はい、セリカさんです。今回は1年以上前に作ったマスターグレードアストレイレッドフレームフライトユニットメッキフレームカラークリアにプレミアムトップコートの艶消しを吹いたのが気になったのでこれを修正していきます。トップコートを失敗した時にどうやって修正すればいいのかわからない方の参考になるので最後までご視聴お願いします。それではやっていきましょう。艶消しを全体に吹いているので光沢感がなくなっています。外装のクリアパーツは曇っているような見た目でレッドのメッキパーツも落ち着いた雰囲気になっています。これはこれでいいのですがやっぱりキラキラさせたいと思ったので今回の修正作業をしました。修正作業のために外装パーツとメッキの内部フレームに分けます。マスターグレードはほとんど内部フレームに外装パーツがはまっているだけなので分解しやすいのが助かります。内部フレームは全部分解するのは面倒だったので必要なところまでしか分解しませんでした。外装パーツを外すとトップコートが吹きかかってないメッキパーツが出てきたので軽く見比べてみましょう。腕の一部と比較してみますが明らかに元のメッキパーツの方が光沢感がありますね。こんなに光沢感があるパーツが腕みたいに曇った感じになるなんて艶消しの効果がいかに高いことがよくわかります。トップコートの除去にはキッチン用マジックリンを使います。プレミアムトップコートは水性なので同じクレオスの水性ホビーカラーを除去できるマジックリンを使ってみました。トップコートの除去は初めて作業するのでこれが正しいやり方なのかは分かりません。あくまで実験的にやっています。最初にクリアパーツで実験してみます。やり方は綿棒にマジックリンを含ませて表面をこすってみるだけです。映像の通りこすったところはトップコートが取れて曇り具合がなくなりました。汚れた窓をきれいに掃除していくみたいで気持ちがいいですね。ある程度トップコートが取れたら水でマジックリンを落とします。そのままだとかなり洗剤がついているような感触なので洗っておいた方が無難です。洗ったらどれぐらい綺麗になったのか比較してみましょう。左が艶消しのパーツで右が洗浄したパーツです。艶消しを吹いてから1年以上経っているので元々のクリアパーツの見た目に戻ったのかは分かりませんが少なくとも艶消しのままよりかは綺麗になっています。正直ここまで綺麗になるとは思っていなかったのでこれは嬉しい結果でした。次にメッキパーツを同じように作業していきます。ただこちらはクリアパーツと同じようにやるとメッキの塗装も一緒に剥げて映像の通り綿棒に赤い塗料が染み込んでいます。しかも塗料が剥げるせいかパーツ表面もそんなに綺麗にならなかったです。これもある程度作業したら水で綺麗にしていきました。さすがに水では塗料は落ちないようでしたがあまり力強く洗わない方がいいです。これも比較してみます。左が艶消しのままで右が洗浄したパーツです。洗浄した方は光沢感は戻っていますが表面が汚くなってしまいました。塗料が剥げて見た目がおかしくなるのでマジックリンではどうにもならなかったです。一個一個作業するのは面倒だったので容器に入れてつけ置きでも艶消しが落ちるのか実験してみました。マジックリンを作っている花王の公式ホームページには軽い汚れには水1リットルに 5ml の割合で薄めて使えると書いてありました。なので水 400ml に対してマジックリンを 100ml の割合で混ぜました。計算なんて面倒なので多めに入れとけば問題ないだろうっていう感覚でやっています。メッキパーツだけ分けてクリアと普通のパーツは混ぜて容器に入れています。あとはこの状態で1日ほど放置してみました。1日経ったので様子を確認してみるとメッキの容器が血の海のようになっていました。とりあえずクリアパーツの方を確認すると綺麗になっていたのでこっちはつけ置きでも問題ないです。メッキパーツの方は綺麗になっているところとトップコートが残っているところがありました。このパーツは膝の可動する部分で稼働した時にパーツ同士が擦れてメッキがえぐれた部分が残っていますが今回の実験とは関係ないです。ここまで来たらメッキを全部剥ぎ取って一から塗装した方が綺麗になりそうだと思ったので今度は超音波洗浄機にかけてメッキを全部剥がれるかやってみました。この場合はマジックリンを水で薄めて入れていますが濃度はさっきと同じです。容器に残った水だけ見ると透き通った綺麗な赤色をしていました。最初は血の海に見えたのですがこうしてみるとかき氷のいちごシロップみたいですね。まあ食べたら死ぬかもしれませんが10分ぐらい超音波洗浄機にかけてみました。メッキが落ちているところもあれば落ちてないところもあって中途半端な出来上がりでした。なんでメッキが落ちているところと落ちていないところの差が出るのか分かりませんが塗膜の厚さとかが関係してるのでしょうかね。結局2時間ぐらいかけて全部のメッキを落とすことができました。超音波洗浄機を使ったとはいえかなり面倒な作業だったので二度とやりたくないです。最後にガーベラストレートのメッキを剥がしていきます。マジックリンにつけてもあまり落ちなかったのでヤスリで物理的に落としていきます。400番の紙ヤスリを使って水溶きでメッキが落ちるまで削ります。軽くこすれば落ちていくのでそんなに大変な作業ではありませんでした。
ただ細かい箇所はヤスリだと入らないので、ある程度削ったらマジックリンを希釈した水に1日つけ置きしておきました。1日後に確認してみると、菊一文字には少し塗料が残っていますが、ほぼ綺麗になっていました。この後はさらにヤスリで表面を仕上げていきます。このガーベラストレートにはプレミアムミラークロームを塗装するので、表面処理はしっかりやります。細かい番手は画面に表示しておきますが、400番から1万番までヤスリがけをして、最後にタミヤのコンパウンドで仕上げました。磨き終わったものがこちらになります。かなり磨いたので表面が鏡のように光を反射しています。ヤスリ作業は単調で地味な作業なので答えるのですが、仕上がったパーツを見るとやってよかったと思います。ここからは外装のクリアパーツを塗装していきます。このままでも良かったのですが、せっかくトップコートを落としたのでなんかやりたいと思ったので塗装しました。使う塗料はガイアノーツのプレミアムガラスパールを使ってみました。塗料は塗料と薄め液が1対2ぐらいになるように希釈して、口径 0.5mm のエアブラシで塗装しました。パール系は見えにくいので塗装が難しいですね。1回塗装しただけだと全然見た目が変わらないので、薄く塗装して乾燥させてを繰り返して3回重ね塗りをしました。未塗装のパーツと比較してみます。パール塗装した方は光沢クリアまでやっています。実物はパール粒子がキラキラして綺麗なのですが、カメラ越しだとなかなか伝わりにくいですね。クリアパーツの透明な見た目をある程度保ったままパーツをキラキラさせることができるので、パール塗装はおすすめです。次に内部フレームと鞘の一部パーツをプレミアムミラークロームで塗装します。内部フレームはプレミアムミラークローム塗装後にクリアレッドを拭いてメッキのような見た目にします。ガーベラストレートの時は表面処理をやりましたが、内部フレームはマジックリンで剥がしただけで一切何もやっていません。この塗料は隠蔽力が強いのか1回目でしっかり色がつくので、1回目でそれなりに塗って2回目で塗料が薄いところを修正するようなやり方をしていました。ここまで塗装したら1日乾燥させます。1日乾燥させたらクリアレッドを塗装していきます。クリア系は色がつきにくいので、とにかく薄く塗って乾燥させてを繰り返して好みの色まで濃くしていきます。この好みの色に調整するのが難しいし、他のパーツも同じような色合いにしなければいけないのがより難しいところです。さっきまでのパーツと違いますが、元のメッキパーツと比較してみます。左が元のメッキパーツで、右が塗装したパーツです。保管していた余ったランナーにパーツがついていたので、ちょうどよく比較できました。比べてみるとやっぱり元のメッキパーツの方が綺麗ですね。でも塗装した方もまあまあよくできているので、こんな風に比べなければそこまで気になりません。元のメッキパーツがいかにすごいかを再確認できました。鞘の一部はクリアイエローで塗装してゴールドっぽい見た目にしました。これも先ほどと同じように何回か重ね塗りをして好みの色に調整しています。あまり濃くしすぎるとイエローっぽくなってしまうので調整が難しかったです。ちゃんとパーツにライトを当てて明るい状態で確認しながら作業しました。最後にガーベラストレートをクリアブラックで塗装します。このガンプラはレッドフレーム貝のランナーを一部使っていて、タイガーピアスも付属しています。そのタイガーピアスも保管していて、失敗しても交換すればいいだけなので色を変更してみました。中二病患者としてはやっぱりブラックに憧れてしまうので、漆黒の日本刀に仕上げました。塗装したガーベラストレートとタイガーピアスを比較してみましょう。こんな色の日本刀があるのか分かりませんが、中二病っぽい日本刀になりました。ぜひソードアートオンラインのキリトくんに使ってほしいですね。WX を使ったこちらの動画でも今まで解説した方法で全塗装しているので、よかったら概要欄からご視聴お願いします。赤のパーツはメタリックレッドで塗装しています。同じような色でだいたい見た目が変化すればいいので、サフを吹かずにそのままやっています。綺麗にやるなら表面処理は絶対にやった方がいいです。左が塗装前で右が塗装後のパーツです。塗装前のパーツもメタリック風な見た目となっているので、素組みでも十分見た目はいいです。値段が高いだけあって普通のパーツでも気合の入ったものとなっています。自分の場合は赤みが足りないと思ったので、今回メタリックレッドで塗装しました。黒のパーツはガンメタルで塗装しました。このパーツもメタリック風な見た目となっていますが、やっぱり黒さが足りないと思ったので塗装しました。こちらも比較すると結構違いが出ています。ガンメタルの方が重厚感が増すので好きですが、元のパーツの色も綺麗です。元のパーツに光沢クリアをやるだけでかなり見た目が良くなりそうです。こんな感じで普通のパーツを塗装していきました。キャンディー塗装した赤のパーツだけエナメルの蛍光レッドで墨入れをしました。内部フレームが発光して派手になればいいかなくらいの気持ちでやってみました。映像では鞘のパーツですが、作業工程が撮影しやすいパーツだったので、この説明のために墨入れしました。同じような色で見えにくいため、ブラックライトを当てながら作業した方が見やすいです。塗料がモールドに入ったら5時間ぐらい乾燥させてからはみ出た塗料を拭き取ります。綿棒にエナメルの薄め液を含ませて、はみ出た塗料をこすれば拭き取れます。気をつける点は
は表面の塗装面が剥げないように優しく作業をしましょう。綿棒は細かいところでも作業がしやすい赤ちゃん用綿棒を100均で買っておくと便利です。塗装が終わったら部位ごとに組み立てて最後に光沢クリアで仕上げます。パーツ一個一個やるのは面倒なのである程度組み立てた状態にしておきます。ある程度組み立てたら光沢クリアを全体に吹き付けていきます。今回はエアブラシでやっていますがスプレーでやってもいいです。最初は艶消しで今回は光沢と同じガンプラで2度もガンプラ製作を楽しめたのでお値段分は遊べました。1日ぐらい乾燥させてから最後に各部位を組み付けていきます。塗装で取り付ける部分が太くなって取り付けが硬かったりするのは注意点ですね。一度それでパーツを折ったことがあります。それでは完成品を見てみましょう。まずはフライトユニットなしの状態で見てみましょう。レッドフレームって背中に大きいバックパックを背負うことが多いので背面まで内部フレームを楽しむにはこの状態が一番だと思います。ブラックライトを当ててみると思ったより蛍光レッドは目立たなかったです。というのも意外と外装パーツに隠れてしまってその外装パーツも青白く発光しちゃうので全然目立たないようになってしまいました。腕とか背面なら見えますが他は外装パーツで隠れてしまってます。パーツの縁を塗装するなどもう少し派手に塗装すればよかったです。次にフライトユニットを取り付けていきます。取り付け方は簡単で背中のバックパックを下に下げて空いたところにフライトユニットを取り付けるだけです。下に下げたバックパックが少し邪魔で取り付けにくいですがちゃんと下に下げれば簡単に取り付けることができます。ちゃんとガーベラストレートを構えてポージングさせてみました。背景が黒なのに黒い日本刀にしたのはちょっと失敗でしたね。個人的には中二心がくすぐるので気に入っています。レッドフレームはプレ版で販売していたものも買っているのでそこから拝借して二刀流にしてみました。右手が今回塗装したガーベラストレートで左手がいつものガーベラストレートです。いつものガーベラストレートだと光を反射するのがいかにも日本刀って感じがします。どっちも捨てがたいので黒いガーベラストレートに飽きたらタイガーピアスに変更しようと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画を見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。